皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京オリンピック開催に向けての非常に気になるニュースが入ってきたので取り上げようと思います。それは、通常オリンピックの際には世界各国から多くの来賓を迎えるわけですが、今回お隣の国のムン・ジェイン大統領が東京オリンピックの期間に合わせて来日し、菅首相との対面による日韓首脳会談をセッティングしようとしているのです。つい先日、この日韓首脳会談をするかしないかみたいな話は、それこそ G7 サミットの場において、略式でもいいから会談というものが決まっていたんだと主張する韓国に対して、いやいや、そもそもそのような約束事など存在しませんでしたよという日本側の否定によって、かなり双方の言い分が食い違っている状態です。このような状況にもかかわらず、日韓首脳会談を東京オリンピックに合わせてしようだろうという考えが、一体なぜ韓国側で出ているのか、その点についての話などもしていきましょう。というわけで、ムン・ジェイン大統領が東京オリンピックに際して来日し、日韓首脳会談を実現させようとしている、そのような見方が報道されていることを取り上げていきます。ムン・ジェイン大統領のオリンピック中来日で調整。韓国側は首脳会談を希望、日本側は慎重姿勢。韓国のムン・ジェイン大統領が7月23日開幕の東京オリンピックに合わせて来日する方向で、日韓両政府が調整していることが分かった。韓国側が打診したもので、日本側も受け入れる方向だ。2018年2月に韓国で開催された平昌オリンピックの際は、当時安倍首相が訪韓して開会式に参加し、ムン・ジェイン氏と会談した。韓国側は外交ルートを通じて、平昌のお礼として訪れたいとの大統領の意向を伝えているという。韓国側は、ムン・ジェイン大統領の来日時に菅首相との初の対面での会談を開きたい考えだ。ただ、日本政府は日韓関係の悪化の原因となっている慰安婦問題や元徴用工訴訟問題で、韓国側が解決策を提示する見通しがない中で、会談を行うことには慎重な姿勢だ。11日から13日までイギリスで開かれた先進7カ国首脳会議 G7 サミットでも、両首脳の正式な会談は行われず、挨拶を交わした程度だった。仮に来日した際に首脳会談が開かれても、慰安婦問題や元徴用工などの懸案が解決に向けて前進するかどうかは不透明だ。ムン・ジェイン大統領は東京オリンピックを利用して日韓首脳会談をセッティングしようとしているわけですが、彼らは日本に対してどのような外交的な評価をしているかご紹介しましょう。韓国国立外交院委員長、日本の韓日首脳会談の先決条件、極めて外交的ブレ。韓国国立外交院のキム・ジョンヒョン委員長が G7 首脳会談での韓日略式会談を日本が中止したことを批判した。なお、ここで会談を中止したという話になっているわけですが、日本の官房長官は、この約束それ自体が存在しなかったと今回の件を否定しています。キム委員長はラジオ番組に出演し、日本側が韓日首脳間の会談を中止したことを否認したことについて、略式会談はその場で少し会って歓談しようという形であったため、約束したことを中止しても約束しなかったと話せる雰囲気とし、非常に重要であり、我々が韓日関係を改善しようとする考えがあるが、日本が事実上これを拒否したのと同じだと話した。続いて、日本は3つの先決条件を常に前に出してきたとし、1965年の条約をそのまま受け入れろ、慰安婦合意をそのまま受け入れろ、強制徴用で交代しろというこの3種類。これは完全に屈服を要求する極めて外交的無礼だと述べた。キム委員長は、我々が会って韓日関係を改善すべきだと言っても、日本は条件をつけるとし、日本がずっと条件をつけるため、アメリカがむしろ当惑する状況と伝えた。このように韓国側では報じています。しかし、考えてもみてください。日本と韓国との間に結ばれた条約や約束というのは基本的には日本と韓国で話し合いの結果です。まず最初に記事の信憑性からいきましょう。ムン・ジェイン大統領がオリンピックに合わせて来日するぞと言っている話について、私は信憑性それ自体は非常に高いと思います。なぜならば、今回の動機づけとして、平昌オリンピックの時のお返しですよというような話をしているわけで、これは日本政府にとっては非常に断りづらい理由です。個人的にどう思うかという点について言えば、ムン・ジェイン大統領が日本に来たとしても全くいい気持ちなどするわけがないわけですが、しかし国家間の話というのはそうした個人レベルの
嫌悪感というものをある程度横に置いた状態で話し合いをしなければなりません。ですからムン・ジェイン大統領が平昌オリンピックの時のお返しですよというのを口実にしている以上、それを理由として日本側が来るなというふうに言うことはまず難しいのです。じゃあムン・ジェイン大統領が日韓首脳会談を行ったからといって何か日韓関係が改善の方向へ向かうかといえば全くそういったわけではありません。今回紹介した2つ目の記事でもあるように、日本側はこの問題に対して安倍政権の時からの外交姿勢というものを現在も継承しているという非常に良い面があります。それは韓国側に対しては韓国の主張を受け入れず、日本側の主張としてそもそも日韓の間で約束されたもの、条約といったものが存在するのだから、それを守りなさいという、いわば基本姿勢を堅持していることが韓国側では問題視されているのです。韓国側で問題視されているこの問題というのは明らかに日本側の方に論理的な正当性が存在し、これは国際法上においても全く問題がありません。国家間の約束として取り決めたものを一方的に破っているのは韓国であり、どちらが悪いですかといえば当然のように韓国の方がおかしな言動をしているのです。そしておかしな言動をしている方が自分たちが被害者であるかのように装って日本側が要求していることは韓国に屈服的な外交を要求しているのだというような話をしているわけですが、これは明らかに自分たちの責任を放棄し、そして自分たちがいかにおかしなことをやっているか、そういったことをごまかすために日本側を悪く言い立てているだけの話です。そしてちょろっと出てきますが、アメリカ側がこれに当惑しているというのは、韓国側にしてみれば日本の方が対応が悪いからアメリカが困惑しているんだみたいな話をしているわけですが、アメリカとしては韓国側の主張というものがあまりにも無茶苦茶なので当惑しているのです。国家間の約束を守りましょうと言っているのは日本側であり、この主張そのものにアメリカ側も別に何も問題は感じていないでしょう。むしろ韓国側が自分から約束を破った上で約束を守るように日本側が言ってくるんだ、おかしいと言っている方、まさにそのことが理解不能な状態だと言えるでしょう。しかし同時に韓国側としてはバイデン大統領から日韓関係をもう少しまともにしなさいと圧力がかかっている関係で会談をしようと一応はポーズをとっているわけです。そしてポーズは取っているものの、韓国側の主張というのはあくまでも約束を破った上で日本側に韓国の主張を受け入れさせようとしているわけですが、この話し合いがうまくいくはずがありません。少なくとも日本側の政権が韓国側の主張にやり込められるようなことさえなければ、現在の日本政府の姿勢というものは全く正しいとしか言いようがありません。国家間の約束はすでに過去において双方の政府によって取り決められたものであり、現在の政権においてもそれらの基本姿勢というものを守るべきものであり、このような約束を守れない国家というのは今後いかなる話し合いにおいても、今どんな取り決めをしてもどうせ次の政権では全てひっくり返すつもりだろうなどという話になれば、それこそ話し合いというものそれ自体が全く成立しないからです。なお今回の話を聞いて、あれ韓国は竹島問題もあって東京オリンピックをボイコットしようとしているんじゃないのというふうに思われた方もきっと多くおられるでしょう。しかしここには一つ落とし穴があります。それはムン・ジェイン大統領自身は東京オリンピックをボイコットしようとは呼びかけてはいないことです。韓国においては来年大統領選挙があり、その大統領選挙に向けて政治家たちが竹島問題をことさら騒ぎ立てているのです。東京オリンピックの地図において竹島が日本領として表記されている。これは政治的な主張だとして彼らは批判しているわけですが、日本側はこの問題に対して、いや竹島は日本領ですよ、そのことについて東京オリンピックと絡めて何か政治的な主張をしているわけではありませんと韓国側の主張を突っぱねています。そして日本側が全く対応してくれないので、韓国としては IOC を仲介して日本側へと圧力をかけようとしました。しかしこの場面においても IOC 側からは竹島表記というものは確かにあるが、しかしそれは政治的な主張として行われているものではないので IOC として日本側に何かすることはありませんよと、こちらも韓国側の主張に対して全くのゼロ回答でした。ついでに言うと、この IOC、韓国側としては南北朝鮮の統一オリンピックというものを目指して IOC に要望を出していたのですが、こちらも IOC からそんなもん実現性のないものについて要望されても全く困るわと完全に要望を無視されるような形で
他の開催地というものの選定が進んでいます。この辺りなども韓国の非常に自分勝手な行動というものが目立っています。このように東京オリンピックを言い出しているのは、次期大統領選挙に向けての政治家のあくまでも反日姿勢の表れとしての発言が主であり、基本的に彼らにしてみれば東京オリンピックを本気でボイコットしようとは考えてはいません。彼らにしてみれば竹島は日本領だというふうに日本が主張すればするほど、それに反発することそれ自体が一つのお決まりのパターンであって、彼らにしてみれば何か脳みそを働かせてそのような話をしているわけではありません。あくまでも脊髄反射的な話をしているだけで、戦略的意図を持っているわけではありません。韓国の大統領選挙というのはそのように、まず基本姿勢として反日姿勢があることを一つの土台として、その上で国内政策についてその差を争うという形をとっています。ですから、韓国側で東京オリンピックをボイコットしようと言っているのが、韓国与党の元代表であったり、前の首相であったりしたとしても、それらについて別に考慮する必要はありません。彼らの言っていることは全くのデタラメなのです。そして、日本からも IOC からも完全に黙殺されているような韓国ですから、ついには自分たちの方から、いやいや、これからの時代は戦略的無視をしようなどというふうに、自分たちが無視されていることを棚上げした上で、自分たちから能動的に日本を無視しようという戦略を取っているのだ、などとかなり意味不明なことを供述しています。なお、供述という単語というのは基本的には裁判などにおいて裁判官や検察官などからの質問に対する返答をすることを言うのだそうです。というわけで少し法律的な話をしましょう。先ほども述べたようにムン・ジェイン大統領は竹島を日本領だと日本側が言っているから東京オリンピックをボイコットしようと言っているわけではないという話をしました。しかしムン・ジェイン大統領は国策として日本に対するボイコットジャパン運動を継続的に行っていますから、日本は放射能汚染された国だということを前提にして、東京オリンピックで出される飲食物などについてはそれらは全て放射能汚染されている。だから韓国の選手が東京オリンピックに出場するにしても、彼らが飲み食いするものについては韓国から直接送らせるようなことを韓国の体育協会から申し入れを行っています。そんなムン・ジェイン大統領ですが、明らかに日本に対して犯罪を行っています。現在彼は大統領という職にありますから、日本側としては無限にすることができないわけです。しかし、彼が日本に対して犯罪をしていること、それ自体については私は一つ言及しておくべきだと思います。それは一体何のことかといえば、先ほども述べた竹島についてです。2016年大統領に就任するその前年において竹島に上陸しています。竹島は日本領ですから、彼が竹島に上陸するということは、それは不法入国を意味します。これは明らかな犯罪行為です。韓国の一般の人たちが竹島に行ったか行っていないかというのをリスト化するのは非常に難しいです。なぜならば韓国においては彼らが実効支配しており、誰が上陸したかどうかというのを情報としては精査することができないからです。しかしムン・ジェイン氏のような政治的な活動をしている人間が上陸した際には、それこそ報道陣も一緒に上陸しており、彼が上陸したことそれ自体はそれこそ報道陣の記事、写真などで証拠として残っているわけです。そして竹島から韓国へと彼は戻っていくわけですが、これはいわば国外逃亡にあたり時効が凍結されます。ですからムン・ジェイン大統領が日本に来る時というのは、それこそ犯罪者が日本にやってくるのと別に変わりはないのです。そのような人間ではありますが、少なくとも現職の大統領である以上は彼に対して来日したから即逮捕して刑務所にぶち込もうなどという話にならないのは残念なところです。しかし最初にも述べたように、この件について言及すること自体は私は何ら悪いことではないと思います。少なくとも竹島は日本領ですよということを正式な日本政府の方針として堅持しているわけですが、彼が不法入国したという事実それ自体は残っており、彼が犯罪者であることそれ自体は明確なわけです。このことに言及すればそれこそ韓国側では大きな反発が起こるでしょう。しかし私は日韓関係というものを考えた時に、今後改善するためにはそのような悪いことは悪いことをしているんですよということをはっきりという、そのことを最初の基準点0とすることが私は重要だと思います。日韓基本条約のような双方の政府間の約束事というものを守りなさいというこういった主張については一切真
曲げる必要はありません。彼らの主張がいかに無茶苦茶なものであるかというのを世界中に日本が宣伝して回った方が良いでしょう。そうしなければ韓国は自分たちの方があたかも被害者であるかのように予想を追った上で日本に対する悪口外交というものを展開してしまうからです。日本の外交というのはとかくこうした国家間の摩擦についてはなるべく起こさないようにしようという悪い習慣があります。基本的に国際政治というのはどちらの方が主張しているかなというのを見るのであって、どちらかが私たちがこんな主張してしまうと相手国が怒ってしまうかもしれないなということを気遣う必要などそもそも必要ありません。主張しないということは相手の主張を認めたんだなというふうに第三者としては見ることが多いわけですから、韓国側の無茶苦茶な言動というものを日本側がしっかりと反論していかなければ、彼らの主張がむしろ世界へと受け入れられてしまうというのが今の国際政治の場なのです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。